こんにちは。こんにちは。世界各地のさまざまな分野の研究者をご紹介するリサーチャー図鑑。私案内役のニピオです。本日ご紹介する研究者は山津田圭介さんです。山津田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日この山津田さんにお聞きする内容なんですが、こちらの3つのキーワードです。それでは早速1つ目のキーワードからお聞きしていきたいと思います。はい、摂食障害予防のための心理教育プログラムということで、こちらはどういった内容なんでしょうか。はい、今春季青年期の女性を中心に、ものすごくこの摂食障害の問題が、早く取り組まなきゃいけないっていう事情がありまして、特に大学生の摂食障害の予防を、ターゲットにして、心理教育、具体的には授業の中でやるんですが、プログラムを作って、それを体験してもらうっていうことで、食行動の問題に発展する前に食い止めよう、対人関係の問題を調整するっていうことを目的に行うプログラムなんですが、意識、他人との関係の中でどういう部分に意識を向けるのかっていうことを、自分自身で確認して、その意識の向け方を自分自身で調整するということを、体験してもらうようなプログラムを作っております。摂食障害につながる行動というのが実際に出てくるわけなんですか。そうですね、多くは、健康的であれば問題はないんですが、不健康なダイエット行動を続けていると、やっぱり食行動、摂食障害の臨床症状に近いような問題に発展してしまうことがあるので、そのダイエット行動のところからアプローチをして予防をしようということを考えています。その極端なダイエット行動に、してしまう原因みたいなところですね、いろんな要因が、これまでの研究でも言われているんですが、一つがボディイメージ、自分の体に対するイメージですね、ふくよかさっていうものに対して、否定的な感情を持っていたりだとか、不満足感を持っていたりすると、やっぱり痩せるために一番手っ取り早いっていうと、少し簡単な言い方かもしれませんが、一番簡単なやり方としては、ダイエットになって、食べないでその食べない行動を続けることによって、不健康な状態になって、でそれを維持することによってどんどん逆にもう食べられない状態になって、でもしくは食べたら吐き出してしまうだとか、下剤を乱用してしまうっていうことにもなりかねないので、まずは一番初めになるようなダイエットっていうところをどうにかしていかなきゃいけない。そこはどのようにしてといったらあれなんですけど、そういうどうしてもダイエットしたいと思ってしまう心というのを何ですか、防止するんですか。そうですね、ダイエットしたいっていう気持ちって、それをやめろっていうわけにもいかないので、なんでしょうね、簡単に言ってしまうと、本当にそれほどあなたはダイエットする必要がないんだよ、でまたはですね、そのダイエットの原因となるものが、対人関係の中でやっぱりよく見せようだとか、そういう気持ちに基づいて痩せるっていうことを求めてしまうことがあるので、その対人関係の中であなたはそれほど、なんでしょうね、否定的なものじゃないんだよっていうことを実感していただくっていうことで、その食行動の面にも影響を与えていこう、そういうことを考えられます。それもプログラムとして。そうですね。それでは2つ目のキーワードに行ってみたいと思います。研究者であり実践家でもありたいということで、こちらは何と言いますか、モットーと言いますか、そういったところなんでしょうか。この言葉っていうのが、大学院時代にいろいろ教わった先生方からこういうふうなことを伝えられて、で今でも研究だけになってはいけない、でその研究をした結果を実践の場面で生かしていかなきゃいけないんだっていうことは念頭に置きながらいろいろ活動しています。臨床経験だとか、教育場面でのいろんな関わり活動の中でこういうふうにしたらいいかなっていうのももちろんありますし、先行研究なんかでも、その意識の面だとか対人関係の面から摂食障害にアプローチするといいよっていうことは数多く言われているので、いろんなものを組み合わせて、で実際の場面でやってみる、でいい効果が生まれるかどうかを検討するっていう流れでしょうかね。やりがいに感じておられるところっていうのは、やりがい
研究の面から言うと、やっぱり何人かの人を対象に、学生さんを対象にやってみると、ちょっと変わるんですね。意識の面であったりだとか、実際に変わるんですね。自分自身の捉え方っていうものが変わる。で最後に聞いてみると、なんかやってよかったっていうことを言ってくれる学生もいるので、自分自身の新たな面を発見できるっていうところに近いのかもしれないんですけど、見直してみて、そんなに自分は捨てたもんじゃないんだぞっていうことをこう発見できると、みんなちょっとこうコミュニケーションの取り方っていうのも少し変わってくるのかなっていうところがあります。それでは3つ目のキーワードに行ってみたいと思います。実践コミュニケーション術ということでですね、こちらはどういったキーワードなんでしょうか。これは学習研究者さんから出ている、看護師さん向けの雑誌の連載のタイトルなんです。そうなんですね。看護師さんもいろいろ対人関係に難しい問題を抱える場合もあるので、コミュニケーションっていうものを題材にして毎月1回書かさせていただいてます。実際にちょっと今日はその雑誌をお持ちいただいたんですが、こういう月刊ナーシング、これがですね少し見させていただいたんですが、その看護に携わっている人間でなくてもすごく面白い興味深い内容の記事を書いておられるんですが、これはでは記事を書くのに実際にその、看護の現場の方とお話をされたりもするんですか。そうですね。でその中で実際に起きている問題みたいなもの、ある方が持っている問題をこう、伺えばそれに対してちょっとこう、デフォルメというか、個人特定できない形で表現させていただいて、解説とまではいかないですけど、対人関係ってこういうなんですよねっていうことをお話しさせていただきます。やっぱり対人関係といいますか、人間の永遠のテーマなのかもしれないんですが、特に現代社会というのはそういうのが非常に問題になっているとか。コミュニケーションに問題って言ってしまうと、何か全てがコミュニケーションうまくいかないっていうことが全てダメにしてしまうっていうニュアンスがちょっとあるんですけど、そんなことはなくて、さっきのお話でもちょっとあったんですけども、なんか問題を抱えたとしてもそれを糧にしてプラス方向に行けばいい、何でしょう、全員が全員このコミュニケーション術というか、そういうスキルを身につけるといいよっていう、もちろんいいんでしょうけども、というよりもやっぱり問題を抱えてしまう人にうまく支援していく、一般的には啓発でしょうかね、っていう部分で何か力になれるといいなっていう感じで、いろんなこう体験があって、その問題が全て負の方向に行くわけではないっていうことは念頭に置きながらやらないと、全て全部悪く見えちゃうことがあるので、いろんなことがあって全員がうつ病になるわけでもなく、全員が摂食障害になるわけでもなく、なった時にどうするか、ならないようにするにはどうするかっていうところを重点的に研究できたらいいなと思いますね。英語でですね、その論文を書いたりとか、もしくは何かそういう発表されたりとかっていうような機会っていうのはあるんですか。英語で論文を書く機会っていうのはそれほど多くはなく、というよりもあまり英語の能力が高くないので、書くのに時間がかかってしまうっていうのがあって、年に1本書けたらいいなという感じですね。受験英語をずっとやってきたので、その論文上の英語を読むことはできても、なかなか書くときにちょっとあれこの表現はどういうふうにすればいいのかなだとか、そういうところは毎回困難に直面してます。なるほどですね。ネイティブチェックのしていただける会社の必要性といいますか、そういう役割というものについてはどのようにお考えですか。もう英文書くのが初心者に近いので、こういう会社でネイティブチェック受けて戻ってきて、でそれでまたこういう表現するんだなっていうことで学ぶっていう意味ではもう必要不可欠なんじゃないでしょうか。今後のご活躍を期待させていただきます。本日のリサーチャー図鑑はここまでです。また次回お会いしましょう。さよなら。